想通貨市場ではいくつもの重要な動きがありました。サークルの IPO 拡大、JP モルガンの新しいサービス、そして香港の規制緩和など、世界中で暗号資産を取り巻く環境が大きく動いています。おはようございます。桜井です。今回はそういった激動のニュースを約10分で一気に理解できる構成にしていますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずは暗号資産市場全体の動きから見ていきます。2025年6月5日時点で暗号資産市場の時価総額は 3.3 兆ドルに達しました。ただし過去24時間では 0.68 から 0.9% の小幅な下落となっています。ビットコインは現在10万5000ドル前後で推移しています。24時間で 0.45 から 0.67% の下落となっていて、大きな値動きではないもののやや下方向の圧力がかかっています。続いてイーサリアムですが、イーサリアムは2491ドルから2611ドルの範囲で推移していて、こちらも 0.48 から 1.01% の下落となっております。一方で同時コインは 0.1905 ドル付近で 0.28% 上昇、リップルは 2.16 ドルで 0.15% 下落、ソラナは 155.52 ドルで 0.10% の上昇と、主要アルトコインもまちまちな動きとなっております。上昇率で最も注目されたのがパンケーキスワップ、シンボルでいうと CAKE です。こちらは24時間で約 3.3% の上昇を記録しました。逆に最も下落したのはパートコインで 12.56% の下落となっております。全体としては値動きは比較的小さく、調整局面といった構想です。ただしこの後紹介する企業や規制関連のニュースが市場のセンチメントにどんな影響を与えていくのか、これがポイントになってくると思います。ではここからは本日の暗号資産関連のニュースの中でも特に注目度が高いトピックを一つに絞ってお届けをしていきます。まず1つ目はサークルの IPO 拡大です。ステーブルコイン USDC の発行元であるサークルが IPO の規模をなんと 10.5 億ドルに拡大しました。上場先はニューヨーク証券取引所で1株当たり31ドルの公開が予定されています。企業評価額はおよそ69億ドルとされており、ステーブルコイン事業としては非常に大きな上場案件になります。この動きはステーブルコイン市場の本格的な金融インフラ化を象徴するものだと言えそうです。では次に2つ目のニュースですけれども、 JP モルガンによる新しい金融サービスの開始です。 JP モルガンは暗号資産 ETF を担保にしたローン提供を開始したと報じられました。これにより機関投資家は保有している ETF を使って資金調達ができるようになり、金融と暗号資産の融合がさらに一歩進んだ形になります。これまで伝統の金融と暗号資産の接点というのは限られていたんですけれども、こうしたサービスの登場は今後の市場拡大に影響を与える可能性があります。3つ目はアメリカとイギリスにおける規制強化の動きです。アメリカでは SEC から CFTC への規制権限への移管を含む新法案が下院金融サービス委員会で審議中です。この法案ではデジタル資産をデジタルコモディティとして分類し、分散性やトークンの性質による扱いの明確化を目指しています。一方イギリスでは FCA が暗号資産取引所やカストディ業者、ステーブルコイン発行者などに対する新たな規制案を発表しました。両国ともに暗号資産業界に対する明確なルール整備を進めようとしていることがわかります。4つ目のトピックは香港によるデリバティブ取引の解禁方針です。香港は暗号資産のデリバティブ取引、つまり先物やオプションの取り扱いを許可する方針を発表しました。これまで現物の取引が中心だった香港市場においてデリバティブが認められることで新たな投資家層の流入や市場の活性化が期待されています。そして5つ目は韓国の仮想通貨熱の高まりです。韓国では暗号資産の人気が株式投資を上回ったとする調査結果が報じられました。その影響もあってかビット
コイン財務戦略を発表した K-Wave メディアという企業の株価が一時 155% 急騰したというニュースもあります。このように仮想通貨が文化や産業の一部として根付き始めている国も出てきているということになります。皆さんいかがでしょうか。どれもマーケットに直接影響を与えそうな非常に重要なニュースばかりだったと言えると思いますけれども、ここからは今日の暗号資産市場を取り巻く犯罪、トレンド、テクノロジーの動きについてお伝えをしていきます。まずはフランスで発生した暗号資産誘拐事件の続報です。フランスで発生していた暗号資産関連の誘拐事件において、容疑者がモロッコで逮捕されたと報じられました。この事件は仮想通貨が絡む犯罪の一例として国際的にも注目されています。デジタル資産は利便性が高い一方で、こうしたリスクと隣り合わせることも再確認する必要があります。次にご紹介するのはムーンペイの新たな進展です。暗号資産決済サービスを手掛けるムーンペイがアメリカ・ニューヨーク州でビットライセンスを取得しました。ビットライセンスというのはニューヨーク州が発行する暗号資産関連事業者向けの営業許可で取得が非常に難しいことで知られています。この取得によってムーンペイはアメリカ市場での展開をさらに加速させる見込みです。以上が犯罪、トレード、テックの分野で注目されたニュースとなっております。本日は暗号資産市場の動きから世界各地の規制、そして技術革新まで幅広いトピックをお届けしました。市場全体はやや調整気味ではありますが、サークルの IPO や JP モルガンの動き、香港や韓国の注目ニュースなど仮想通貨を取り巻く環境は確実に次のフレーズに進み始めていると言えると思います。そして規制や金融だけではなくムーンペイの展開などテクノロジーの面でも着実に変化が起きているということが分かります。このチャンネルではこうした重要だけど見落としがちなニュースを毎回分かりやすく海外情報を中心にお届けをしていきます。今後も信頼できる情報をベースに短時間で本質をつかめる動画を目指して配信していこうと思っていますので、チャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録と今日の内容も面白かった、参考になったと思われたら高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いできたらと思います。ご視聴ありがとうございました。ではですね、お知らせがあります。今おすすめの取引所でビットレード X があります。先日説明動画を公開しました。昨日の夜も一つね動画を公開しています。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。これからは AI を使ったプロジェクトっていうのもどんどん出てくると思います。こちらに関しても自分自身が体感することによって暗号資産っていうのもよりよくね理解できると思いますので、ご自分のできる範囲で十分だと思います。こういったプロジェクトですね、一つ一つ体感してもらって、こういった感じで今暗号資産っていうのは広まっていっているんだなっていうのを体感してもらえればと思います。しかし暗号資産に関してはプロジェクトがいきなり飛んでしまうということも結構ありますので、やるんだったら自己責任で有料資金になるっていうのは鉄則です。その中で自分自身がいろいろチャレンジして暗号資産の理解を深めていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ビットレード X に関しては僕の公式 LINE に登録してもらって AI とキーワードを送ってもらえたらビットレード X の公式登録リンクを送りますので LINE の方からお知らせの方よろしくお願いします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。先ほども言いましたけれども、暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。プロジェクトに参加することによってこのプロジェクトが急に飛んでしまうということもあります。特に短期間で価格の場合だったら大きな価格の上下が起こることもありますので、投資を行う際にはしっかりとリサーチを行ってご自身のリスク許容度を確認した上で取っていくのが重要になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されずご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いします。では今日も最後までご